こんにちは。私生活を明るく快適にメガネの伊沢です。今日はまた、卵子について、ちょっとまた動画を撮ってみたいんですけども、前回というか、前にも同じようにその卵子がどういう見え方なのかっていうところを、動画に撮りながらちょっとお話をしていて、基本的に卵子が概念が変わったものではないので、今までと喋ってることは大体同じなんですけども、今一度やっぱりね、皆さん卵子についての理解というんですかね、結構その卵子がどういう見え方なのかっていうのをやっぱりなかなかイメージしづらくて、それで情報として見に来られる方が多いのかなというふうに感じますので、またちょっとね、細かいことを言えば内容はかぶってますけども、また再度卵子のことについてちょっとお話触れてみた動画になります。実際にね、これから撮った画面でお流ししますので、そちらの方をご覧ください。それでは行ってみましょう。卵子の視力表を見た時の裸眼の状態、卵子がない状態で見ると、放射線、時計の文字盤のように書いてある放射線が、ほぼ均等に見えている状態になります。でこれからレンズによって疑似的にその卵子の状態を作っていきたいと思います。はい、今これが疑似的に作った卵子の状態で、3時から9時の横線を中心に濃く見えているかと思います。それと直行する12時と6時の線が薄く感じているかと思います。これが、卵子でいう透卵子という状態です。で例えばこれ視力表で見ると、その横線が濃い部分がおおむねピントが合いやすいゾーンで、それに対する直行する縦の12時6時の線はピントがブレているゾーンということになります。例えばこういう卵子がある場合に、視力表でいうとちょっとカメラでいくと肉眼とは違う部分があるので何とも言えないんですけども、今その卵子状態でひらがなを見ようとしても、上から大きい文字っていうのは比較的形で判別できるので、さほど読むことに対しては問題ないかと思いますが、2段目あたり一番右の「け」という字が横線はちょっと濃く見えてますけど、縦線がちょっと薄く見えている状態になります。一番左は2の縦線がやっぱり薄くて、横線が濃く見える感じですね。場合によってはこれ、例えばその、2の部分も「こ」って書いてあるのかなと迷いながら見たりとか、一番逆に右の「け」に関しては縦線と横線の濃さの違いによって「け」なのかな「り」なのかなというふうに迷う部分になってくるかと思います。一番下の左から2個目の「け」に関してはもうちょっと小さくなると、さらにその読みづらさっていうのは顕著になってくるのかなと思います。これが例えばもう少し小さくなってくると、一番上の段の右のところは2と書いてありますけども、この2もちょっとうっすら出てるような感じになってるという感じですね。でそれに対して左から2個目の「と」に関してはおおむねその形で判別できてしまうという部分があるので、読みやすい字と読みにくい字、同じ大きさの基準であっても読みやすい字と読みにくい字が出てくるのではないかなと思います。もうこの画面だと2段目、私今スマホで撮ってるこのスマホの画面上だともうちょっと判別ができないような状況になってきてますね。ただこれでもこの人によっては想像でというんですかね、ある程度察して読んでしまうっていう方もいらっしゃるので、視力に関しては本当に個人差が出たりとか、その日の体調とかそういうものによって今日はいくつまで見えた、今日はいくつまで見えないっていうような波が出てきてしまうのは、この視力というものを基準にした時の不安定さになるのかなと思います。で一般的にその眼科さんとかではこういう輪っかの切れ目で視力検査をすることが多いと思いますが、例えばちょっと分かりやすい大きさで見ても、今これうちの視力表は斜め方向もあるので、よりちょっと判別しづらくなるんですけども、この今横方向がはっきりしやすい卵子の方っていうのは、逆にこの上下方向の輪っかの切れ目っていうのが少し判別しづらくて、もうちょっと小さくなってくるとこんな感じ。ちょっとね、わざとここは斜めも入ってる視力表なので余計に
どっちが空いてるのかなっていうのが判別しづらくなると思うんですけども、まさにこの乱視の方を強制しないといけないというか、した方がいいという部分はここにあって、見えなきゃ見えないで諦めがつく方が、目は頑張らなくて済むんですよね。頑張れば見えてきてしまいそうな乱視というのが多分一番目にとって負担だと思うので、乱視も極端に強くなってくると、もう見えないやってある程度諦めがつくと思うんですけど、逆にその微妙な弱度の乱視というのは、日常生活において電車に乗るときとか時刻表を見るとか、そういうような時刻表じゃないですね、掲示板、電光掲示板みたいなのを見るときも、字を読んでいくと少し読めそうで読めないっていうところが多くなってくると、よく疲れやすい状況になるんじゃないかなというふうに思います。ここら辺がね、その乱視の部分なんですね。今これメガネ屋さんとか眼科さんで視力検査するときって大体この視力表が5メーターぐらいの距離離れてるんですけど、日常生活は5メートルよりも先を見ることもあるので、距離が出れば出るほどそのぼやけ感っていうのは大きくなってくるので、そこら辺ではね、少し、若干の乱視でもちょっと疲れやすいというのはここにあるのかなと思います。乱視がなくなった状態、これが完全に矯正ができた状態の見え方になりますね。これだと、一番下の 0.7 という視力表ですけども、このカメラ上で見てもどっちが空いてるかは判別ができるかと思います。さらに、ここの画面だと、一番下まで読むのはちょっとこのスマホの画面上ではちょっと今厳しいんですけど、実際のパソコンとか大きなモニターで見たときは多分判別できるんじゃないかなというところですかね。なので今これは、実際の目で見るのと条件が変わりますけど、おおむね 1.0 ぐらいは判別できている状態。さらに小さくなって、もう一番下の 2.0 はさすがにちょっとカメラ上ではもう判別ができない状態ですね。1.2 が大きな画面で見ればちょっと見れるかなっていうような感じでしょうけども、スマホでもし見てる方はちょっとここら辺はもう厳しい領域じゃないかなというふうに思います。これまた先ほどの、ちょっと見やすいところで乱視の今度はさっきとは逆の状態で乱視をちょっと入れてみます。ちょっと乱視視力表に戻りしますけど、よいしょ。はい、今度は先ほどとは逆の乱視状態ですね。縦が濃くて横が薄い状態になります。でこの状態が先ほどの最初に見てもらったのと同じ視力表ですけども、今度縦線が濃くなってくるので、理とかそういうところは判別がしやすくなると思うんですけど、2段目の左は実は毛なんですけども、これがやっぱり横棒が少し薄く見えることによって理に見えたり、毛なのかな、どっちなのかなっていうような形で見えるレベルだと思います。これがまた輪っかの切れ目になってくると、そうですね、これだとやっぱり上下方向は判別しやすいですけど、今度横方向っていうのが判別しづらくなるので、同じ乱視の強さでも方向によってこの性質、見え方の性質が異なってくるかなというふうに思います。あともう一つね、この直乱視、倒乱視って今やりましたけど、今度斜乱視といって斜めの方向もあるんで、ちょっと分かりやすいようにこのままレンズを回転させます。今このぐらいが今斜乱視の状態で、1時2時方向、1時2時の間の線と、7時8時の間の線あたりがピントが合ってるゾーンで、それと直行する10時11時の間、4時5時の間を中心に薄くなっている、ピントがぼやけているゾーン
という形の遮乱視という状態ですね。で、これでまた同じようにひらがな視力表を見ると、そうですね、さっきの基準でいくと、さっきの2段目の左の毛というところも全体的にちょっとぼやぼやっとしてしまうので、一番その乱視の性質上度数が同じだった場合に性質だけで区分けするんであれば、この遮乱視というのが一番その見づらさを作りやすい乱視と言われています。なのでこの斜めに乱視がある方は本当に度数が弱くてもその矯正することによる効果というのはかなり上がってきますね。ここら辺はその強さ云々だけじゃなく、その方向とか特性を理解しながらその度数の矯正をどうしていくかっていうのをメガネでは考えていきます。こんな感じで、ちょっとね実際に見ながらだとより分かりやすいかなということで、ちょっとね携帯のカメラで撮りましたけども、実際ね裸眼で見ることとはまた当然違ってくるので、携帯のカメラでのイメージという形で捉えていただければいいかなというふうに思います。一応参考までにという形ですね。はい、ということでね、前回もやった動画と内容はほとんど同じなんですけども、やっぱりその乱視っていうのが結構メガネの、他で作られた眼科さんで作られたメガネ屋さんで作られたっていう、メガネを拝見すると、結構そのやっぱり違和感を出にくいようにするために乱視を弱めに設定するっていう考え方のお店さん、スタッフさんが多いように感じます。もちろんそれが間違いだと言ってるんではなくて、実際に今まで裸眼で過ごされてた方が実は乱視があるんだけどかけずに裸眼で過ごしてきていた人がいきなり眼鏡をかけた時にやっぱり違和感の出やすいと言われている乱視をいきなりかけることによって見えやすくはなるんだけども、かけてるのが辛いとか違和感につながるっていうケースもあるので、一概に100% 入れなきゃダメというわけではないんですけども、やっぱりもともとこの見づらくて頑張って疲れてしまってるっていうことがあったとすれば、ある程度はっきり感、見えるようなことを優先するというところは一番重要ではないかなと思います。ただここら辺はその一人一人のそのメガネに対する慣れの度合いとか、どこまで耐性があるっていうんですかね、こういう度数の変化を受けてもこれぐらいだったら慣れていきそうだなって感じていただける方と、なんかちょっとおかしいぞ、なんだこれっていうふうに、何がおかしいのかなっていうふうに考えてしまうというか感じてしまう方にとっては、逆にその乱視がバッチリ入ること、乱視の矯正がバッチリ入ることによって、その眼鏡が嫌になってしまうというか、かけることが嫌になってしまうっていうのもまた一つ困ってしまうので、ここら辺のさじ加減っていうのは正解は必ずないんですけども、見えるのとかけやすいのとっていうのを天秤にかけながらより快適に見えるっていうことが第一優先になると思いますので、そこら辺を加味して、ここら辺の調整、乱視の調整、近視も遠視もそうですし、あと遠近両用っていう度数もそうですね。全ての度数を入れることに対してやっぱりその快適に過ごしていただけるっていうことを念頭に置きながら我々調整をしていますので、そこら辺もお客様もしこれからメガネを作りに行くっていう方においては、自分で感じた部分はこれちょっと気持ち悪く感じるとか、これはよく見えてすっきりするって感じたりとか、そういった部分はもう素直にお店さんとかスタッフさんに伝えてあげた方がいいと思います。何よりもその伝えることによって自分のメガネの仕上がりに左右されますので、そこら辺がやっぱり意思疎通をしながら、自分の使う環境も相手に伝えながらそこに調整をしてもらうっていうのが一番重要になってくると思うので、メガネ屋側、お店側が一方的にねこうですって言ってもダメだし、お客さん側が一方的にこうしてくれっていうのもいいメガネ作りにはならない可能性も高いので、そこら辺はお互いに意見をね伝え合いながら、理解し合いながらメガネ作りっていうのをするのが一番その快適な見え方に近づける方法じゃないかなというふうに思いますので、こういう乱視っていうのがこういう見え方なんだっていうところも含めて、今回はちょっと見ていただこうかなという形で動画を撮ってみました。こんな感じで今後もメガネ作りの参考になるような動画を作っていきたいと思いますので、チャンネル登録、いいねもぜひよろしくお願いします。じゃあ今日はこの辺でおしまいにします。それではまた。